ビフォーアフターで反り腰チェックすると違いがわかります。上向きに寝て膝曲げながら足をぐっと上げましょう。お尻まで浮かせると下っ腹に効いてきます。前ももではなくて下っ腹や股関節の付け根を意識して足を上げましょう。膝と膝をつけたまま行うと内ももにも効いてきます。まだ余裕がある人が足を下ろすときに膝を伸ばしきりましょう。かかとは床につけずにもう一度ぐっと持ち上げます。膝の曲げ伸ばしが入ることで一気にきつくなります。しっかり下っ腹を意識して行いましょう。反り腰の人はだいたい腹筋が弱いのでこれだけでも結構きついはずです。少しだけ休憩しましょう。次は両膝を立てた状態からお尻を持ち上げましょう。お尻の筋肉を使って持ち上げる意識です。膝から肩までが平行になる位置までお尻を上げたらゆっくりお尻を下げましょう。上げるときにお尻を使う意識を忘れないようにしましょう。先ほどの種目と同じように膝と膝をつけたまま行うと内ももにも効いてきます。どうしてもお尻の筋肉を使う感覚がわからないという人は手をお尻に当てながらぐっと持ち上げてみましょう。きつすぎてお尻が上がらないよって人は手を使って少しお尻を持ち上げるサポートをしてズルをしても大丈夫です。ズボラストレッチは楽したい人、ズルしたい人を歓迎しています。ちょっと休憩しましょう。次は両膝を立てた状態で左右に倒していきます。倒した時に外ももが床につくぐらいまで倒しましょう。この種目は休憩も兼ねたゆるい股関節のストレッチです。僕が思う反り腰になってしまう原因は大きく分けて3つあります。1つ目は前ももばかり使ってしまって前ももばかりに筋肉がついて前ももが硬くなっている。2つ目はシンプルに腹筋の筋力が弱い。3つ目はヒールをある靴を履くのが当たり前になっていて常に前重心になっている。ちょっと休憩しましょう。次は膝を曲げた状態で右股関節を大きく外回ししていきましょう。足を上げるときは前ももというよりも股関節付け根を使って上げるように意識してみましょう。外開くときはしっかり大きく外に開きましょう。腰が痛いという人は左膝を立てて大丈夫です。反り腰の人は少し股関節が内向きに入っていて内股で横脚の人も多いです。しっかり股関節が外に開くように動かしましょう。股関節回すときにゴリゴリ音が鳴ったとしても痛みがなければそのまま続けて大丈夫です。ちょっと休憩しましょう。僕が解説しているようにストレッチ一つ一つにはそれぞれ意味があります。疑問があればすぐコメントで質問していただければと思います。次は左の股関節を外回ししていきます。股関節付け根を使って足を上げるように意識しましょう。慣れてくるとどんどん回すのが小さくなってくるんですがゆっくりで良いのでできる限り大きく股関節を回すように意識してやってみましょう。股関節がゴリゴリなる人の原因は生まれつき関節のはまり方が緩いか単純に筋肉が硬いだけの可能性が高いです。腰が痛い人は右膝を曲げて行いましょう。最後までゆっくりでいいのでできる限り大きく回すように意識しましょう。ちょっと休憩しましょう。次は両足を上げてお尻を床から浮かせた状態で膝をパタパタ動かしましょう。かかとを裏ももにタッチするイメージです。裏ももと下っ腹の筋肉を使うように意識しましょう。お尻を床につけたままだと効果が半減してしまいます。手を床について少しずるしてもいいのでお尻を床から浮かせたままパタパタ頑張りましょう。まだまだ余裕があるよっていう人は頭から肩甲骨まで床から浮かせた状態で行うと腹筋がかなりきつくなります。頑張りましょう。あと5秒です。まだ先は長いのでサボってももちろん大丈夫です。ちょっと休憩しましょう。
万歳するとお腹が伸びるのでおすすめです。次は膝を立てたままお尻をぐっと浮かせて、そのまま足だけ歩きます。前に出して後ろに引いてきて、また前に出して、これを繰り返します。お尻を下げないようにお尻の筋肉はずっと力を入れておきましょう。余裕がある人はできる限り前に足を出して、できる限り手前までぐっと引きましょう。15分チャレンジ恒例の最後の10秒サボり OK です。僕も動画の合間でところどころサボってます。多分皆さんにはバレないようにやってるつもりです。ちょっと長めに休憩しましょう。次は内ももと下っ腹に効く足パカです。心の準備だけしておいてください。皆さんに見やすいように少しだけ向きを変えます。ゆっくり足パカしていきましょう。内ももが伸びるなという感覚があるところまでしっかり開きましょう。下っ腹にも効かせたいので、できたらお尻は床から浮かせるようにしましょう。足は内ももが伸びている位置でずっと開いてキープしましょう。お尻も下げないように下っ腹に力を入れておきましょう。きつくて限界だよって人は膝曲げても大丈夫です。腰痛い人はお尻の下に手を入れると腰が楽になると思います。ちょっと休憩しましょう。一回大きく深呼吸して呼吸を整えましょう。次は膝曲げてお尻をぐーっと持ち上げた状態で片足ずつ上げていきます。できる限り高く足を上げましょう。お尻を下げないようにお尻にもぐーっと力を入れておきましょう。もしもどうしてもきついよって人は手を使ってお尻を支えてズルしても OK です。できる限り高く足を上げるとかなりきつくなります。一緒に頑張りましょう。お尻を使う感覚わからない人は手でお尻を触ると動いているのがわかると思います。きつい種目なので最後の10秒サボりましょう。僕は一応トレーナーとして頑張りますが、心の中では一緒にサボってます。ちょっと長めに休憩しましょう。次はかなりきついあぐら腹筋という種目です。深呼吸して呼吸を整えましょう。足の裏同士を合わせて股関節をしっかり外に開いた状態で、頭の後ろで手を組んで腹筋を使ってぐっと起き上がりましょう。腹筋使えている感覚があれば完全に起き上がらなくても OK です。もっときつくしたい人は体の前で手をクロスして行いましょう。めちゃめちゃきつくなります。きつすぎてできないよって人は足を閉じた状態で行っても OK です。多少楽になると思います。上半身をぐっと起き上がらせなくても、少し頭上げるだけでも腹筋使う感覚があれば十分効いてます。頑張りましょう。ちょっとだけ休憩をしましょう。次は膝曲げたまま左足を右足に乗せます。右のお尻を意識してぐっとお尻を持ち上げましょう。右の裏ももとお尻のあたりの筋肉を使っています。反り腰の人は前重心なので太ももの前ばかり使ってしまう傾向にあります。お尻や裏ももは脂肪が溜まりやすい場所なので、しっかり意識して使っていきましょう。筋肉使う感覚わからない人は手で触ってみると動いてる感覚がわかると思います。もしきつかったら最後の10秒サボりましょう。ただサボってほしいわけではなくて、習慣化にするために適度に息抜きをしてほしいという意味です。ちょっと休憩をしましょう。次は両膝立てて右足を左足に乗せます。左のお尻、裏ももを使ってぐーっと持ち上げましょう。ほとんどの人は利き足じゃない左の方がきついと思います。多少手を使ってお尻を上げるサポートをしても大丈夫です。しっかり左の裏ももとお尻を意識して行いましょう。裏ももやお尻の筋肉は日常生活で使うことが少ないので、こうやって意識して使う必要があります。逆に前ももは日常生活でたくさん使う場面があります。自転車を漕ぐ、歩く、階段登る、
こんな場面で前ももは使えます。裏ももとお尻、この種目では意識してしっかり使っていきましょう。ちょっと休憩しましょう。次が上向きで最後の種目です。ドローインといってお腹のインナーマッスルを使う種目です。息を吸って限界までお腹を膨らませた後に、ゆっくり口から吐いてお腹を限界までゆっくりへこませましょう。限界まで吐いてへこませたらもう一度膨らませます。ゆっくり息を吐いてへこませましょう。限界までへこませる。限界までぐーっとへこませましょう。このドローインのポイントは、限界までお腹を膨らませる、へこませるを繰り返すことです。へこませるときはしっかり息を吐き切って、腰と床の隙間がなくなるようにイメージしましょう。どうして自分が反り腰になるのとか、この15分の動画だけやってれば反り腰は良くなるのとか、いろんな疑問があると思います。解決できるようにコメント欄に動画をいくつか貼っておきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。日常生活で歩き方の意識としては、小指側に重心をかけずに親指側に重心をかけることと、前重心にならないようにかかとやくるぶしの方に体重をかける意識の方が反り腰の解消にはつながると思います。次はうつ伏せに寝ましょう。手を置く位置はご自身の楽な場所で大丈夫です。裏ももの筋肉を使う意識でゆっくり足をパタパタしていきましょう。手を裏ももに当てておくと、裏ももを使っている感覚がわかりやすいと思います。膝を曲げるときに少し前もものストレッチにもなります。できるだけ呼吸を止めずに、かかとをお尻につけるようなイメージでしっかり裏ももを使いましょう。急ぐ必要はないので、裏ももの筋肉を使う意識だけ忘れないように行ってみましょう。ちょっと休憩をしましょう。次は両膝を曲げた状態で左右に倒していきます。倒した時にお腹と骨盤が少し地面から浮くようにしてみましょう。お腹から股関節付け根にかけて伸びる感覚があれば OK です。早く振る必要はないので、ゆっくりしっかりねじりましょう。余裕があれば膝同士をしっかりつけたまま行うとより効果的です。腰に痛みがある人は痛みがない範囲でゆっくり行いましょう。もちろん最後はサボっても大丈夫です。ちょっと休憩しましょう。次で最後の種目です。一緒に最後まで頑張りましょう。右足を左足に乗せます。その状態で膝を曲げます。曲げるときに左の裏ももの筋肉を使って曲げてみましょう。使う感覚がわからない人は左の裏ももに手を添えてみましょう。右足は力を抜いて左の裏ももだけ力を入れるイメージです。もしもまだ余裕があるよって人は、右足で左足を押すように負荷をずっとかけたまま行いましょう。かなり左の裏ももがきつくなってきます。もちろん最後はサボっても OK です。あとは右足も同じように30秒間やったらこの動画もおしまいです。頑張りましょう。ちょっと休憩しましょう。右足も下に下ろしましょう。次は左足を右足に乗せた状態でぐっと膝を曲げましょう。右の裏ももの筋肉を使って膝を曲げるイメージです。余裕がある人は左足で右足を押すようにして負荷をかけてみましょう。これで最後の種目ですが、この種目が終わった後に必ずビフォーアフターで反り腰のチェックをやってみてほしいです。びっくりするぐらい腰の隙間がなくなっているはずです。もし変わらないって人がいれば、よっぽどひどい反り腰かどこかでやり方が間違っているのかもしれません。反り腰についてもっと詳しく知りたい人は解説動画を、
一日も早く反り腰を解消したい人向けに反り腰解消プログラムをコメント欄に貼っておきます。4月1日から無料のメールマガジン毎日配信します。なぜやるかというと、ズボラストレッチを頑張ってくれるズボラーの皆さんが120万人を突破して、どんどん毎日質問、悩み相談が DM、コメントできます。もうすべてに個別で答えたいんですけど、もう物理的に無理なんですね。なので、メールマガジンを使って皆さんの質問に回答したりとか、こんなことやったらどうって僕から提案したりとか、皆さんがズボラストレッチやダイエットをもっと気軽に楽に継続するために必要なマインドとか、必要なメンタル、考え方、あとはズボラストレッチのおすすめのメニューとかを無料のメルマガで配信していこうと思ってます。まだ無料のメルマガ登録しない方は概要欄から登録していただくと、登録時のプレゼントとして僕が2ヶ月で8キロ痩せた方法やその他特典がついてきます。すべて無料で受け取れます。では、うつ伏せのままかかとをお尻に近づけるようにパタパタ動かしていきましょう。ゆっくりでです。かかとをお尻になるべく近づけてください。イメージは手でこうやって裏ももとお尻の境目あたり触って、あ、ここの筋肉動いてるな、使ってるなって感覚あると最高です。スピード勝負ではないです。呼吸止めないようにしっかり裏ももお尻の境目、こうやって意識しながらやっていきましょう。ゆっくりでいいですよ。で、かかとがお尻につかなくても OK です。やっていくうちにね、ちょっとずつ近づいていきますので、一緒に頑張りましょう。呼吸だけ止めないようにしましょう。OK。そしたら、膝同士つけておきます。で、この状態で、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴ギュッと締める、緩める。呼吸止めないようにしましょう。どうでしょう、お尻の穴をギュッと締めるイメージ、わかりますか？わからない方はこうやってお尻を手で触りながらやると、お尻がね、力入ってる感じあると思います。お尻の穴締める、緩める。締める、緩める。ちゃんとお尻の穴締めれてると、内もものね、付け根のあたりまで筋肉をね、ギュッと使う感覚が出てくるんじゃないかなと思います。呼吸はね、止めないようにしましょう。OK。そしたら、次、両手を耳の横につきます。耳の横について、ぐっと上半身反らせます。腹筋のストレッチです。腹筋伸びますか？腰が痛いよって方は、こんな感じで肘ついて、ちょっと顎を持ち上げる。これでも OK です。腰が痛いままね、無理しちゃってもいいことないので、痛くない範囲で腹筋が伸びてればそれで OK です。ちょっとね、いまいち伸びないよって方は、顎を上に持ち上げると腹筋伸びてくると思います。で、この次の種目から上向きになりますので、スマホを持って上向きになりますよ。枕ある方は枕入れた方が楽だと思います。よし、上向きになりましょう。スマホは手に持っておきましょう。そしたら、こう膝曲げた状態から片足ずつ前ももをお腹に近づけるように上げていきます。呼吸止めないようにしましょう。目的は普段上げないところまで足をしっかり高く上げること。スピードは全然重要ではないです。呼吸止めないようにしましょう。で、しっかり前ももお腹近づけると、ちょっとね、下っ腹のあたり使ってる感覚とかあると最高です。呼吸はね、止めないで。で、きつかったらどんどんサボっていいですからね。OK。そしたら、右足を大きく回していきます。内から外にご自身から見て反時計回りですね。大きく回しましょう。これ目的早く回すことじゃないです。普段動かさない範囲で大きく回すことです。呼吸は止めないようにして、股関節ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければ大きく回して大丈夫です。痛みがある場合は、ゆっくり小さく、痛みがない範囲で回していきましょう。スピード勝負じゃないですからね。普段動かさない範囲でゆっくり大きく反時計回り。ご自身から見て反時計回りです。呼吸を止めないで、大きく回して、よし、OK。ついてきてますか？左足次同じようにいきます。内から外に回します。こっちはご自身から見て時計回りですね。大きく回すことが目的。こっちもゴリゴリなる方、痛みがあれば痛みない範囲で回しましょう。痛みがない方は大きく回す。で、どうしてもね、この股関節付け根、ゴリゴリなるのが気になるよーって方は、一応その股関節ゴリゴリなる方専用の動画あるので概要欄貼っておきます。もしね、気になる方は見てみてください。呼吸止められるようにしましょう。きついな。もしついていけなかったらね、YouTube 再生速度変えれるので、再生速度やりやすいように
調整しながらやってみてください。OK。そしたら次、膝、こんな感じで曲げたまま、外に開く。しっかり閉じ切る。外に開く。閉じ切る。OK。これもスピード重要じゃないですよ。普段動かさない範囲までしっかり開き切る。内ももを使って閉じ切る。開き切る。閉じ切る。スピードは全く必要ないです。しっかり開き切る。閉じ切る。呼吸は止めない。内もも使う感覚ありますか？閉じるときに。ない方はね、こういった空いてる手で触ると、あ、内もも硬くなってるなって感じがあると思います。呼吸止めないようにしましょう。OK。そしたら、こんな感じで膝曲げたままですね、膝同士つけて、お尻を持ち上げます。ぎゅっと。裏もも、お尻、触って、硬くなってる、力入ってるなって感じあれば OK です。頑張って頑張って。呼吸止めないで。頑張れ頑張れ。空いてる手でね、裏もも、お尻触って意識するといいと思います。でどうしてもお尻上がんないよって人は、裏技、ちょっとね、肘を使ってずるしたり、手を使ってずるしても OK です。もうずるしながらでもね、乾燥した方がよっぽどね、価値あります。OK。じゃあ次、休憩ストレッチいきます。左足を右、こっちにねじります。左膝床につけて、左肩なるべく床に近づける。お尻、腰、背中伸びる感覚あれば OK です。これあくまで休憩ストレッチなので、腰、お尻、背中気持ちよく伸びてれば OK です。膝つけたまま無理に左肩を床につけようとするとギューってね、筋トレみたいになっちゃうんで、別に筋トレしなくていいです。マッチョになりたいとかね、スポーツのパフォーマンス上げたいって人は筋トレしたらいいと思うんですけど、なかなかね、ズボラの方でそういう方いないと思うので、ゆるくやりましょうと。OK。逆行きましょう。これで右足を左に持っていきます。右膝床につけて、右肩なるべく床に近づけます。伸びますか？腰、お尻、背中。気持ちよく伸びてればいいです。呼吸止めないようにしましょう。どうでもいいんですけど、この T シャツ知ってます？おっさんって。日産じゃなくておっさんです。失礼しました。どうでもいいですね。はい。じゃあこの次からね、右向きで横向きになるんで、スマホを持って右向きになりますからね。呼吸は止めないで。OK。じゃあスマホを持って右向きに横向きになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。で、膝、こんな感じで90度に曲げておくと良いと思います。で、膝同士離す。膝同士離す。このお尻の横の筋肉、使う感覚があれば OK です。こうやって手で触るとね、あ、動いてるな、使ってるなって感覚がわかるんじゃないかなと思います。頑張って頑張って。これ NG パターンは、こうやって後ろに体が倒れちゃうことです。上半身は固定しておく。膝だけ離すイメージ。膝だけ離す。スピードは全く重要ではないです。ラスト1回一緒に開きましょう。グッ、OK。そしたら、次、右足をこんな感じで前に出します。それで左足、真上に上げる。お尻の横、ここ、使う感覚があれば、OK。外もも、前もも、多少力入ってもいいです。お尻の横、ここが使えてればいいです。きつい。頑張って。呼吸だけ止めないで。この下のね、右足をこうやって前に出しておくことで、体がね、倒れづらくなります。逆に、右足こうやって伸ばしたままやるとね、すごい体がこうやってブレちゃうので、前にね、出しておいた方が個人的にはおすすめです。上げる。ラスト1回。OK。そしたら右足は前に出したまま、左手で左足首を掴みます。左の前もものストレッチです。伸びますか？いまいち伸びない方は、ちょっとね、左足を後ろにグッと引くと伸びてくるんじゃないかなと思います。で、足をね、後ろに引いても腰がこうやって反っちゃうとダメなので、わざとね、腰は丸めながら、足を後ろに引く。猫背にしながら、左足を後ろへってすると、左の前ももが伸びると思います。っていう今ちょっと難しい解説したんですけど、結論、左の前もも伸びてれば、それで OK です。OK。そしたら、
左足を上げて、しっかりつま先真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。これ股関節を外にねじりたいので、体が後ろにこうやって倒れたと NG ですからね。上半身は固定したまま、つま先だけ真上向ける。きつい。お尻の横、ここです。使ってる感覚あれば OK。全然スピードいらないですからね。ゆっくりでいいから、つま先真上向ける。上半身固定して、つま先だけ真上向ける。外もも、前もも多少使ってもいいですが、お尻の横、ここ一番使いたいです。きついな。あと少し。きつかったらサボりサボりやったり、再生速度調整してくださいね。OK。そしたら、足はこんな感じで楽にして、左手をこう左肩に添えて、大きく後ろ回ししましょう。大きく後ろ回し。スピードは重要ではないです。普段動かさない範囲まで大きく肩を回しましょう。結構肩がね、バキバキ鳴るって方いるんですが、股関節と同じで痛みがなければゆっくり大きく回していいです。痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回してあげると良いんじゃないかなと思います。ゆっくり大きくです。後ろ回ししてます。で、呼吸は止めないようにしましょう。で、この次から逆向きやりますので、スマホを持って寝返りを打ちましょう。ラスト1回回します。OK。スマホ持って寝返り打ちましょう。で、左向きになったら、スマホは顔の前に置いておきましょう。で、膝、90度ぐらいに曲げて、膝同士離す。膝同士離す。お尻の横を使う感覚ありますか？上半身後ろに倒れたら NG ですよ。上半身固定して、膝同士離す。これスピード全くいらないですからね。お尻の横を使う練習なので。これね、この間も言ったんですけど、短距離走を速く走りたいとかね、なんかね、スタートラッシュ良くしたいとかなと、まあスピード意識した方がいいんですけど、まあそういう方多分ね、見てないと思うので、スピード全くいらないです。OK。これで左足前に出して、右足を真上に上げる。お尻の横、ここ使って真上に上げる。ゆっくりですよ。きつい。どうでしょう、お尻の横使う感覚ありますか？もしきつかったらね、こうやって上げてこの状態でキープでもね、お尻の横使うんでいいと思います。で、僕個人的なね、ちょっと裏技じゃないんですけど、各種目の最後の10秒サボるっていうのがね、こうズボラにね、ゆるく習慣化するコツじゃないかなと個人的には思ってます。呼吸だけ止めないで、あと少し頑張って。きついな。ラスト1回。あし、オッケー。これで右手で右足首掴みます。こんな感じ。右の前もものストレッチです。腰が反らないようにしながら、右足を後ろに引くと、より前もも伸びてきます。わざとね、こうやって猫背作って、足は後ろに引く。こうするとね、めちゃめちゃ伸びます。まだ物足りないって方はね、つま先の方を持ってやるとさらに伸びます。呼吸止めないようにしましょう。これ膝、肩、腰、痛い方は無理しないでください。呼吸止めないで。よし、OK。そしたら、次は、右足持ち上げて、つま先を真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。股関節外ねじりが目的です。お尻の横、ここ使います。さっきもお伝えしましたが、上半身をこうやって動かしちゃうと NG です。上半身固定して、股関節から先だけ動かす。つま先真上向ける。これね、難しいですよね。よくね、どうしたらできますかって聞かれるんですけど、自転車、子供って乗れないじゃないですか、ちっちゃい子って。自転車どうしたら乗れますかって言ったらもう練習するしかないじゃないですか。それと同じで、体の使い方を覚えるためなので、もう練習する以外ないですね。OK。そしたら次、足はこんな感じで楽にして、右手を右肩に添えて、大きく、後ろ回ししましょう。これ目的は普段動かさない範囲で動かすこと。呼吸は止めないようにしましょう。肩バキバキなる方、痛みない範囲で回してください。まあバキバキなってもね、痛みがないんであれば特に気にせずやっていいです。呼吸止めないようにゆっくり大きくスピード勝負じゃないですからね。で、この次の種目からね、一回四つん這いになります。四つん這いになりますよ。呼吸止めないで。スマホ持って四つん這いになりますからね。OK。四つん這いになりましょう。
スマホはね、顔の前に置いておくといいと思います。こんな感じで四つん這いになって、つま先は立てておく。で、手と足は肩幅ぐらいに開いて、ぐっとお尻を後ろに引く。お尻を後ろに引く。かかととね、お尻がつくぐらいまで下がったら理想ですね。で、この時猫背になっちゃうと全然ダメなので、ちょっとね、腰を反らせるぐらいにして、ここの隙間をね、こうやってなくすイメージ。手をここに挟んで、ギュッとこの手をね、潰すイメージ。わかりますかね？股関節から曲げる。腰はちょっと反らしておいて、股関節から曲げる。よっしゃー、オッケー。そしたら次は、うつ伏せに寝ちゃいましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。で、うつ伏せに寝たら、左足をこんな感じで上げます。裏もも、お尻使って、左足をちょっと浮かせる。もちろんなるべく高く上げた方がいいんですが、高く上げるとね、腰反って痛くなったりしちゃうので、裏もも、お尻使う感覚があれば、これぐらいちょっと上がってるだけでも十分 OK です。このね、内もも隙間を作るとか、美尻にはね、この裏もも、お尻の筋肉を使えるようになるってことがめちゃめちゃ重要です。ゆっくりいいので、裏もも、お尻意識しながらやっていきましょう。OK。次反対、右足いきますよ。こんな感じで上げる。裏もも、お尻、こうやって触って、硬くなってれば OK。腰痛い人は絶対無理しないでください。呼吸止めないで。こうね、腰反っちゃうと良くないから、上半身もべちゃっとね、寝かしちゃった方がいいんじゃないかなと思います。裏ももを意識しながら、ゆっくりでいいですよ。頑張って意識して。きついな。きつかったらね、サボって OK です。呼吸だけ止めないで。裏もも、お尻意識しながらゆっくりでいいです。スピード勝負じゃないですからね。OK。そしたら、もう一回腹筋伸ばします。両手を耳の横ついて、ぐっと腹筋を伸ばす。腰が反って痛い方はね、痛くない範囲でいいですからね。頑張れる方はちょっと顎持ち上げるとより腹筋が伸びます。腰がきつい方はこうやって肘ついて、ちょっと顎持ち上げる。これでも OK。腹筋が伸びてれば結論それで OK です。結構ね、この腹筋のストレッチをしない方がすごい多くて、腹筋ってね、基本的に筋力も必要なんですけど、絶対柔軟性必要です。もう柔軟性がない腹筋だとね、くびれって僕絶対できないと思ってます。だからね、こうやって腹筋のストレッチは、なるべくどの動画にも入れるようにしております。OK。そしたら上半身べちゃっと寝かしちゃいましょう。左足を右、こっちに持っていきます。左のお腹の前面、ここ伸びる感じあれば OK です。つま先遠くに向かってぐーっと伸ばす。左のお腹伸びますか？腰痛い方無理しないでくださいね。これイメージは上半身はべちゃっと寝かせて、肘は床につけたまま、つま先を誰かに後ろに引っ張られてるイメージなんですよね。こうするとね、めちゃめちゃ裏もも伸びます。ごめんなさい。お腹伸びます。呼吸止めないようにして、つま先誰かに引っ張られてるイメージ、ぎゅーって。よし、OK。じゃあ、上半身寝かせたまま、右足を左、こっちに持っていきます。これで最後の種目です。つま先誰かにも引っ張られてるイメージでぎゅーっと持っていくと、右のお腹の前面伸びると思います。で、この種目終わったら、最初に行ったね、股関節、骨盤のチェックを一緒に行いましょう。で、ちょっとね、裏情報なんですけど、冒頭でお伝えした視聴者さんのインスタのね、ダイエットアカウント、特別に概要欄に貼らせてもらってます。だから、この視聴者さんがね、どんなダイエットしたのかなって気になる方は、ぜひね、インスタ見に行ってください。ただ、DM とかは迷惑なのでやめてくださいね。見るだけ、いいねするだけにしといてください。OK。お疲れ様です。そしたら最初のチェックやっていきましょう。そしたら、左足を曲げます。こんな感じで、足の裏は右膝あたりにつけましょう。で、この状態で左手で鼠径部のところ手を入れます。手がさっきすっぽり入ったんですが、僕は入るか入んないかぐらいまで来ました。皆さんどうですか？変化出てますか？よし、これで反対もチェックしてみましょう。右膝を曲げて、足の裏を左膝あたりにつけます。で、右手で、この鼠径部のところ手を入れて、さっき手がすっぽり入ってたのが、だいぶ狭くなってるんじゃないかなと思います。ぜひコメントでね、どうだったか教えていただければと思います。
メジャー使って太もも、ウエスト計測した人は、ぜひね、終わった後も再計測してみてください。お疲れ様です。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。素晴らしい。よく頑張った。